今までどこで寝てたんでしたっけ？ヨギボはい。ヨギボヨギボーでリビングの床で寝てましたよね。はい。一家の主をそんなとこに寝かせんじゃない。昨日いろいろ言っちゃったけど。はい。あれ？なんかどうしたのこれ？やったの？やってみます。すごいじゃん。ハニーシールドの効果を。すごいじゃん。じゃあなんかこう気持ち変わった感じ、した？する？はい。ちょっと徹底的に人が呼べるようにしたいんで。人を呼ぶ？呼びたい。またすごいハードル。まず人を呼ぶのは最終段階として、まず家族が安らげるように広々とさせたい。広々とさせたいってことは、ここにあるシステムもここじゃなくてもいいって感じ？はい。まあそうね。まあ私昨日も思ったけど、やっぱりどうしてもなんか家具とか物が非常にこの空間を狭々しい感じにしちゃってるよね。で、昨日はまあとりあえずキッチンからみたいなことを言ってたけど、私ね、私のホームページにも書いてあるんですけど、難攻不落なんですね。キッチンからやり始めちゃうっていうのは古方式的にはちょっとなくて、っていうのはでここにあるものを全部一旦出すって言っても出す場所がないわけよ。そうなった時にやっぱりキッチンから先にやっちゃうと、変な話、ここだけものすごい綺麗になったとしてもこっちが何にも変わってないと、なんかここをまず土台を作んなきゃいけないなってことで、今ねママが言った通り、いつでも人が呼べて、で家族がくつろげる空間みたいなところで言うと、まずこっち側しかなのかなっていう。はい、そうですね。なんか昨日と雰囲気違うじゃないですか。なんとなく昨日。いや、私キッチンがみたいな、すっきりさせたいんですって。もうキッチンもそうなんです。でもよくよく考えたら、これをどかさない限りはそうなのよっていうの。魔法使いじゃないですからね、私。先生の動画を思い返しながら。よかった見ててくれて、もう本当に週末ビフォーアフターでも言ってるんですよ。ね。まずはキッチンを制するものはね、全州のを制するって言ってるぐらい難攻不落の要塞だけれども、言うてもやっぱりなんか家族が暮らす空間の方を私はもう大重視してて、それにプラスしてしっかりと家族の健康を司るキッチンが伴ってないと、ここどんなに更地にしたってまたここに置くでしょ、あなたは。置きますね。更地になると置くでしょ。だそれはやっぱり私自身の意識が変わってないとそうなってしまうので、まず私の意識を変えるような環境にしてからこっちに手をつけるってことで、作戦でいいでしょうか。お願いします。はい、ということで今日頑張りましょう。はい、掃除してない家ほど実は掃除機がたくさんあるある。宣言通り仏壇から磨く。依頼者と共に週末ビフォーアフターを見てスタッフの品種を買う。窓をピカピカに吹き上げる。掃除をするといろいろな汚れが気になり始める。こうして古方の激動の一日が終了。はい、ということで今日一日の作業が終わりました。お疲れ様でした。いろんなドラマがありましたね、今日一日ね。振り返りたいと思うんですが、まず今日はですね、ママの要望はキッチンからだったんですけれども、2階の方をやらせていただきましたので、まずは2階から見ていただきたいと思います。どうぞ。見てください。ピアノの部屋がなんか素敵な部屋になりましたね。何の部屋なのっていう感じになっちゃいましたが、実は下にあった洋服システムを全て上に上げさせていただきました。取り込んですぐに畳めてしまえるから楽にしたいと。そうなんですよ。ママはいつもここ
選択をされるということだったので、まあとりあえずここで取り込んで、ここで畳んで、まあ戻すでもいいし戻さなくてもいいし、とりあえずここに作業台があれば、ピアノ弾くのも、まあ、上でお休みになられるというのも、まあ、支障はないかなと思いましたので、すいません、1階を片付けるにあたりこういう判断をさせていただきました。ありがとうございます。ママはなんか下で子供たちが着替えるから、ここは便利みたいなことをおっしゃっていたんですが、いろいろ2点3点しましたよね。最終的にはいつでも人が呼べるような環境にされたいということだったので、とりあえず洗濯動線の取り込む場所にしまう場所を作れば、隣が寝室なんで、まあここで寝る前に支度して降りるのでもよし、お風呂で着るような下着類とかは下に若干あってもいいと思いますが、リビングに置くのはこの先はやらない方が、やっぱり衣類がリビングにあるってすごく散らかってしまうので、なのでここは散らかしても OK です。ただですね、なんかね、ここに関しては非常に奥さん力説してたんですよ私ここが癒されるの、だから私ここはね、意外とこの状態をキープできんじゃねえかなと思いますので、ピアノもゆっくり弾くのもよし、洗濯畳んでちょっと家事に疲れたら音楽聴くもよしってことで、この部屋をしっかり使っていただきたいと思います。頑張ります。でね、一応隣のね、僕たちの寝室も片付けましたので、まあ、ちょびっと寄りますかね。どうぞ。じゃーん。布団敷かない。そうなんです。こちらもともと寝室であった場所だったんですけれども、私が一つ気になったのはロフトで寝る恐怖私高所恐怖症で登らせていただきましたね。あの時思ったんです。これいつまでも続かないなと。なので、今元気ならばあちらで寝てもよし、一人ぼっちでゆっくり寝たいっていう時は上に上がってもいいかもしれないですが、こちらね、お母さんの布団も引けるスペースを残しておりますので、ぜひここをね、しっかりと活用していただいて、ここで寝るのもよし、まだ小学校4年生なんで、たまにはね、ここだったら家族4人でもそうですね、寝れるスペースになると思うので、まだお子さんが小学校のうちは寝ていただいてもいいのかなって思います。ということで、もう一つお部屋ありましたね。トンネルをくぐった先がどうなったのか見てください。どうぞ。おお、すごい。いいですか、半分よりこっち見てください。私ここにママの大名物を作りました週末ビフォーアフターでは大人気の TK 方式トリプルバージョンでございますすごい、これはいいですね。ここでアイロンかけるもよし、ここでミシンを踏むもよし、ここでリモートするもよし本当にリモートワークないんですよね。ないですないですけど、今後はちょっと PTA の方でちょっとコロナの影響でストップしているので、こういうのがリモート中心になるのかなと思ってるので、活用はできると思います。 PTA に関わるお仕事をされるということですね。そうですね。私はですね、やっぱり日本の子どもの教育に非常に憂いておりましてそういった PTA 活動でですね、この片付けの大事さをこれからたくさん伝えていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、この本棚見て、これ覚えてます？どこにあったか。隣の寝室に。そうなんですよ。やっぱりね、こういったものが寝室にあるとどうしても寝るスペースが半減されちゃうんですね。ですから、私の中ではちょっとね、ここママの家事スペースというか、なんかよくわかんない感じでしたけど、ミシンもやりたいしね、ミシンと同じ場所にアイロン台って、アイロン台こんな大きいの業者かよって感じですよねごめんなさい、私これね、ちょっとね、デヴィ夫人をイメージしてやってみたからね僕から見るとめちゃめちゃできる主婦に見えますよ。あんな汚い
い台所を作る奥さんのスペースとは思えないぐらい素晴らしい家事スペースになり、そしてここだけ見るとものすごいできるお母さんみたいなということで、こっちはいいんですけど、残念ながら、はい、そうですね。ごめんなさいね寄せたものがここに来ております、でも奥さん、私の週末ビフォーアフターを毎週楽しみに見てらっしゃるとおっしゃっておりましたよね、これは覚悟の上ですよね、もちろん、っていうかね、この家整理し続けてたらまあ2週間ぐらいかかっちゃうんでごめんなさい、これは自分でやってください。やります。収納の中も動いてないです、ただただスタートラインに立っていただきたい、それだけのために今日一日頑張りました、ということで、問題の1回に参りたいと思います。はい、ということで今日のメインイベントでございます。1階のアフターを見ていただきたいと思います。どうぞ。和室がじゃーん。全然違う。はい。もう私もですね、忘れてしまったぐらい、そもそも、この和室からリビングを横断することもできる状態ではございませんでした。そうですね。どうですか、この景色。いや、もうすごい開放感があって、呼べそうです、人。そうです。奥さん。人を呼ぶってどの口が言ってるんだよーって思いましたが、私はハードルが高ければ高いほど超えるタイプなので、とはいえ今日はですね6人投入しております。ぶっちゃけ2階を4人で作ってもらいました。もう私は心から彼女たちにありがとうを言いたい。だって私今日はずーっと掃除しかしてないんで見てましたでしょ。見てました。窓拭いたり、換気扇やったり、見てこのサニーシールドで拭いたもう光り輝く床なかったですもんね。そして奥さん、朗報です。ルンバがこちらに参りました私ピアノの部屋でこの最新のルンバを見て絶対に1階でルンバを使わせてやると思って必死に当時してました。奥さん、私これ仏壇全部磨いたんですよすごい綺麗になってます。普通ご先祖様をちゃんと守るのはこの家の人間のはずですよ。でも私悪いですけどここからやりました。だってそうじゃなかったら他から手つけられませんよ。だってこの家があるのはこのご先祖様のおかげでしょ。でも私もう一つどうしても叶えなきゃいけないと思ったのはご主人の寝るスペースでした。今までどこで寝てたんでしたっけ。ヨギボヨギボヨギボーでリビングの床で寝てましたよね。一家の主をそんなところに寝かせんじゃないということで、どうなったかと言いますと、このベッド、今までここに襖がありましたね。襖があった手前にこのベッドがあったんですけれども、このベッドがですね、後でこれのシーンね撮りますよ。こうやって折りたたみになってます。なのでどちらで寝てもいいんですが、このようにセッティングできまして、ここで私もう素晴らしいのがですね、ちゃんと布団を上げ下げできるようにしております。ヨギボーとこちらとどちらが寝心地がいいと思いますか。こっちの方がいいと思います。もうちょっと旦那さんを大事にしてください。ということで、こんな感じで寝ることもできますし、寒い場合はまだ襖はありますので、
ここ閉めていただいても構いませんし、とにかく一家の主とママが一生懸命働かなかったら、この家の子供たちは困るんです、だから寝る場所はベースです、だからしっかり朝までちゃんと寝る環境をキープしてください、最後に一つお詫びがございます、あんだけママがキッチンをやってほしいと言ってたんですけど、ごめんなさい、できてないです、大丈夫です。ごめんなさい。なのでこの続きはジェンフレンズという私の仲間がいますので、ちょっと私も今日帰んなきゃいけなくて申し訳ないんですが、続きはやっていただいて。でもどうママ？でもテーブルがすごい何もないんで、私だってここすごい磨いたもの、こういう棚の上とかね、全部ね拭いたわ。こちらコーヒーが飲める環境になっておりますので、ぜひ飲んでください、子供のランドセル置き場もこちらにございますので、今日帰ってらっしゃったらこちらに置いていただけるようにしてください。最後にママちょっと一日を振り返ってどうでしたか？もう本当に物が多すぎてどうなることかなと思ったんですけど、それはこっちのセリフです。でもすごい綺麗くなったので、ちょっと望みというかやっていけそうっていう気になりました。そうよ、まだ始まったばっかりなのよ。あら？パパ！おかえりなさい。ここパパの寝床なの。すげえ。ごめんなさい、まだキッチンができてないんです。ここのがもう綺麗に片付いてるからびっくりしました。お前らが一番びっくりするわ。あら、おかえり。僕たちも帰ってきたの？ランドセルあそこ。私古方純子って言うんですけど、ママがね私にキッチンを片付けてって言われたんだけど、なんかいろいろダメなところが多かったからキッチン以外のところやっちゃって、キッチンできなくてごめんなさいって言ってた時だったの。どう？これ見て。やばい。何がやばい？ひどすぎる。嬉しくない？嬉しい。マジで？マジ。ほらここってさ入れなかったよね。そうだよ。それが今日から通れるようになりました。イエーイ。いやもう私も嬉しいよ。僕たちとパパが喜んでくれたおかげで今日私頑張ってよかったなと思って。ご主人もうヨギボーでは寝ないでください。ここで寝てください。このシーツもカバーも全部私が見つけてきたものです。新品ですので。俺たちの寝室も結構綺麗になっていくから、ちょっとランドセルあそこに置いてよ。上に。あ、そこにね。思ってたのと違う入れ方だけど、私上にポンと置いてもらおうかなと思ったけど、なんか意外とちゃんと枠の中に入れるいい子でしたね。もうお母さんの子供とは思えないぐらいちゃんとしてましたね。はい。ということで今回の大作戦どうだったですか？もう本当にありがたいです。ありがとうございます。ね、友達もね手伝ってくれて、友達にも「どうやって、あなたも J フレンズよ」ってはい、見てる？お友達ありがとうね。はい、じゃあ大成功ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。うわすごい。めっちゃ綺麗。ちょっと待って。どれぐらいゴミ出たの？ゴミは1トンぐらいかな。1トンぐらい。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。